こんにちは、トバログです。皆さん今回の動画ご視聴いただきありがとうございます。というわけで今回の動画はちょっとしたご報告的な感じなんですけども、実はねトバログ10周年を記念してこんな感じで本を作りました。これ前からねいろいろちょっと告知をしたりちょい出ししていたんですけども、1年半かけてやっと作り終えた、頑張ってね書き終わったので、今回はこれについてちょっと紹介していきたいですね。実はねちょっと前にもこんな感じで Twitter とか、あと10周年になりましたっていう動画の中でもちらっとお話しさせてもらっているんですけども、トバログね10周年なんですね。実は大学4年生にこのトバログっていう媒体をブログっていう形で立ち上げて、でそこから本当に好きなガジェットとか暮らしの道具とか、あらゆるね自分がいいなと思うものをこれまでウェブで発信してきたわけなんですけども、10周年っていうタイミングでこれはもう前々から作ってみたかった本をもう完全自費出版で作ってしまおうっていう形の、本っていうところになっています。なんで作ったのとか、どういうふうに販売していくのみたいなのは動画の後半の方で話をしていくんですけども、まずはどういう感じの本かですよね。ちょっとだけね中身をちらっとお見せしたいんですけども、よいしょ、こんな感じで本を取り出すとこれです。これ中身ちゃんとあります。表紙はこんな感じの表紙で、ちょっとね自費出版っていうところでもう本当にデザインとか紙の質感とかあらゆるところがね自分で決められるっていうところで、もう本当にこんな本欲しいなみたいなのを形にした本ですね。これ動画だとね表紙とか全然映ってないと思うんですけども、実際に見るとこんな感じで、活版、白いね空押しの活版をしている表紙になっています。具体的に何を書いているのかっていうと、ちょっとねペラペラとめくってお見せしていくんですけども、本当にデスク周りの道具だったりとか、あとカバンの中身とかね、なんでこの白が好きなのになんか天板グレーなのみたいな話とか、あとあんまり動画で紹介してないと思うんですけど、イヤーポッツ僕めちゃくちゃ使っていて、本当にねなんかハードオフとかで見かけるたびに買い増ししてるんですけど、なぜイヤーポッツなのかとか、あとガジェットで言うと iPad とかですよね。 iPad って本当に大学1年生の時から愛用しているんですが、今現在にわたるまですごいライトな使い方しかしてないんですよ。なんですけどついついね使ってしまう。ワイチェアだったり椅子みたいなね生活の日用品についてもちらほら紹介しています。あとは人生ですごく影響を受けたガジェットたち、これはねぜひ手に取ってみてほしいんですけど、そんな感じで物について語るのを、デスク周りだとかカバンの中身とか旅、暮らし、あと自分が影響を受けてきたものですね。本当に小さい頃から現在までですごい影響を受けたものについて語るっていう、そのねチャプター分けをして、本当に何個ぐらい紹介してんだろう、100個とか200個とかわかんないんですけど、本当にね好きなように224ページにわたって自分の好きなものを書いているっていう形ですね。結構ブログとか動画でも同じようなね内容で、同じようなものを紹介しているんですけども、どっちかっていうと、ウェブで公開するものって割と人におすすめするだとか、あとスペックの話だったり、前のモデルと比べてどうだったとか、人に対して情報を発信するっていうスタンスなんですけども、この本に関しては本当に売るためっていうよりかはなんか自分で作ってみたいから作ったみたいなところがあって、どっちかっていうとなんでこのものが欲しかったのかとか、どういうふうに偶然の出会いをしたかとか、自分の頭にある本当に欲しい理由とか使ってる理由、何気なく使ってるものとかについて、あれなんでこれ使ってんだっけみたいなのをしっかりと自分とうんつって対話するような感じでテキストに落とし込んだっていう本ですね。ちなみに余談なんですけど、この本作ろうと思った時は実はオーストラリアにいたんですよ。オーストラリア移住4ヶ月目ぐらいだったかなとかで、結構ねオーストラリア
田舎の方に住んでたんで、こんな感じで海の綺麗な景色を見ながら毎日ね散歩をしたりとか、のんびり海辺を歩いてなんか Vlog 撮ったりとか、そういう日常をしてたんですけど、ふとした時にあれ来年トバログ10周年じゃねみたいなのを思い立ちまして、でそこでなんかやんなきゃ、これなんか本作りたいと思って、そこからね、海沿いのこういう景色を眺めながらパタパタとねパソコンとかあとメモ帳とかでこんな感じで企画をガーって考えて、デザイナー、今回ねユトログっていう、YouTube もやってる友達なんですけど、彼にこんな感じで海外のおしゃれななんかジンみたいなのとこのガジェットをぶち当ててみたいんだよねみたいな、どういう感じになるかなとかをこうね話したりしながら、実際こういう構成がいいかなとかを考えて、それでこの本を作るっていう形ですね。なのでトバログ実は1年ぐらいオーストラリアいる予定だったんですけど、半年ぐらいでしれっと帰ってきてるんですよ。帰ってきましたとか特に報告もなくいつの間にか日本にいたと思うんですけど、実はね、その理由としては本を作って、この10周年に間に合わせたかったっていうところがあります。で今回本はね自分だけじゃなくて編集にも入っていただいていて、実はね僕が前々から好きで紹介しているロケットっていう本当これインディペンデントマガジンがあるんですけど、これの著者の内田さんが入ってくれています。内田さんはこんな感じでかっこいいジンをね日々作っていて、本当にトバログペーパーが発売されるぐらいのタイミングでもね第7号が出るんですけども、本当に自分が意図していない、自分の言葉の引き出しにないようなところから言葉をポッと拾ってきて、それをねこのなんかジンに落とし込んでるみたいなかっこよさがあって、トバログも結構硬い言い回しとか、どっちかっていうとね情報を人に伝えるっていう文章ばっかりになっちゃうので、そこのね柔らかさをちょっとねニュアンス加えてもらうために内田さんにも編集に入ってもらっています。なので最初にねオーストラリアの海辺で考えたこういう人に入ってもらえたらいいなとかが全部ねマッチしている形ですね。でそもそもなぜトバログペーパーをこんな形で作ろうかと思ったかっていうと、そもそもねなんかテキストを書くのが僕はすごい好きなんですね。もともとこうブログから始まったっていうところもあって YouTube にね移行したというか、ブログほとんど更新しなくなってもなんかこうノートとかノーションのね下書きに自分が買ったガジェットだったりとかそういうものについてこうひたすら自分のために下書きを積み重ねていくみたいなのをやってたりして、で結構100記事ぐらい溜まってきたタイミングでなんかこれどっかに公開したいけどなんかプラットフォーム迷うなみたいな、ブログとか YouTube とか、ノートとか、そういうねデジタル上で書こうとすると結構ねアルゴリズムの影響を受けてこう波が激しくなったりとか、なんとなくねこうプラットフォームに向けた言葉で書かなきゃとか、なんかスペック表も足しとかなきゃなとか、それでね結構思いというか伝えたいことが膨張していったりもしちゃうので、本当に好きなことを何のしがらみもなく書きたいなって思った時に一番最適だなと思ったのが紙の本っていう形ですね。本当に良くも悪くも修正が効かないんですよね。なんかもう修正ここ直したいなっていうのももう当然印刷してあるからできないし、逆にね、その修正できないっていうところがあるから一回出してしまえばちょっと肩の荷が下りるというか、そんな感じですごく自分にとってちょうどいいなと思ったのがこういうね自費出版っていう形の本だったんですね。あともう一つはやっぱりね紙の本ってすごく物として好きなんですよね。なんかこのぐらいの厚さサイズ感の本ってすごい好きで、なんかいろいろなね本を毎月買って紹介していると思うんですけど、電子書籍でも買うんですが紙で買うのがねやっぱり好きなんですよね。僕もねウェブでは発信してるんですけど、やっぱり物として形に残る本が作りたいっていうところがありまして、今回は本という形で本当にねめっちゃ大変だったんですけど作ったっていう形です。これはまたどっか別のところで紹介しようかなと思ってるんですけど、本自体にはすごくこだわっていて、これ一見するとここがね安っぽい感じに見えるかもしれないんですけど、ハードカバーじゃなくてこう開いてくれるように柔らかい本を
作ってみたとか、あとそれでいて紙は結構分厚いんでなんか中身はねしっかりインクの裏写りとかしにくく、本当に物に集中して楽しめるかなとか、あとサイズ感今回224ページあるんですけど、なんかこの2センチぐらいのサイズ感の本ってすごい好きなので、この英語サイズで厚さ2センチぐらいのこのね佇まいにすごくこだわっています。でかつ今回こんな風に白を基調とした、写真がすごく多いんですよね、こんな風に。なので印刷とかそのね製本みたいなのも実はこだわっていて、今回はいろいろね印刷所ある中で藤原印刷さんにお願いしています。さっき紹介したロケットもね実は藤原印刷さんで印刷されていると思うんですけども、こんな感じで長野県の松本まで出向いてこういう風にね本を吸っている様子とかを見てきました。いや物理的なねもので今まで吸ったりとかなんか作ったりってなかったので圧巻でしたね。こんな大きさの本当に戸建て分くらいのサイズの印刷機でガーってめちゃくちゃ今まで見たことのないスピードで、でかい紙でね印刷されていって、自分が撮った写真とか書いた文章が物理的なものになって出てくるっていうのはめちゃくちゃ楽しかったですね。これは本当にいい体験で、しかも画像でデータを入稿してるんですけど、やっぱりねなんかこう印刷するにあたって色味がちょっと変わってくんですよ。機械を操っている技師さんと一緒にここの色マゼンタもう少し弱めにしてくださいとか、ここの発色ちょっと強めにしてくださいとかをね何回も繰り返しながらこんな感じで爆速で、本が作られていくっていう形ですね。これは印刷とか出版業界の人からしたらね当たり前の話かもしれないんですけど、普段ウェブ上というかデジタルでしかコンテンツを作ってなかったので、ここはめっちゃ楽しかったです。そして表紙に関してもこんな感じでね浅草の、印刷所で活版印刷をお願いしていて、本当はねここの表紙も黒いインクが乗る予定だったんですけど、どうせなら自分にしかできなそうなスタイルでやろうと思って、カラ押しを試させてもらったら意外とねカラ押しがしっかり出たっていうところで、今回こういう表紙になったっていう形ですね。今回ね自主制作って形なんですけど、本当にいろいろな人がね関わってくれて手助けをしてくれて、こんな感じの本にねやっと仕上がったっていうわけですね。で肝心のどういう風に販売していくかってところなんですが、今回はこのねトバログペーパー2000部刷っております。今ねこんな感じで自宅の一室全てがねこの本で埋まっていて、この箱とねこれからこの箱詰めをして発送するっていう作業をねこれから自分でしていくわけなんですけども、その前に今回はちょっとせっかく物理的なものだからリアルな店舗で販売してみようというところで、本当にトバログ初めてなんですけどポップアップをね開催しようと思っています。今回ねこんな感じでリアルな店舗、場所は乃木坂にある、ホワットエバービルっていうところの1階を借りていて、会議はね本当に短くて4月10日から13日っていう形なんですけど、この本と同時に、ここにあるねトバログの机とかも展示してみようかなみたいなところで、結構リアルな感じでこのねトバログの一室を実際に持って行って物理的な場所でルームツアーしてみようかなっていう感じのポップアップにしようかなってところですね。ちなみに今回のポップアップに関してはこのプレダクツっていうデスクを作ってる安藤さんが一緒にやりましょうって言ってくれてできることになりました。本当にねそっちもめっちゃありがとうございますっていう感じなんですけども、プレダクツの方でもねいくつかこういう感じで、デスクセットアップとか白を基調としたものをね載せてくれているみたいなので、まずはねそこで販売してみようかなと思っています。そのポップアップを最初にやって、その後にねオンライン販売に移っていこうかなと思ってます。オンラインもね実は自分で頑張って今サイトを構築しているところで、これ本当に出来上がるのかなっていう感じではあるんですけども、一応こんな感じで入荷通知バナーみたいなメールを登録してもらうところだけ作ったので、そこでね登録しておいてもらえたら入荷する時にね通知がいくかなと思います。あとはトバログねインスタグラムとかツイッターとかもやっているので、そっちのねアカウントでも同じぐらいのタイミングで通知しようかなと
と思うんですけど、ここのねメールアドレスに登録してもらった方が一番早いのかなと思うので、もしねポップアップじゃなくてオンラインでっていう人はそちらから登録してもらえると嬉しいです。はい、というわけでちょっとね駆け足だったんですけど、今回はこのトバログペーパーを作りましたよっていう話と、なんで作ったのかとか、あとどういう風に販売していくのかをご報告してみました。本当にトバログが10周年っていうところで、今紹介しているようなこの本に載ってるようなこともそうだし、物について結構ね好きなものとか発信したいことってたくさんあるので、それについてこれからもこの YouTube でも発信していこうと思います。ぜひねチャンネル登録もお願いします。それと気になったことがあったらコメントよろしくお願いします。あとはぜひこのトバログペーパー店頭に置いていいよっていう書店さんとか小売店さんがあればぜひご連絡いただけると幸いです。やっぱり形あるものなので店頭でぜひ触ってもらいたいなっていうところがあります。よろしくお願いします。というわけで次の動画、そしてポップアップで皆さんお会いしましょう。トバログでした。